どうもこんにちは。いつもロボットゲームで成し遂げたいオンドレアスです。今回はこちらの個人制作ゲーム、ロボ好き氏が制作したバルチャーの方やっていきたいと思います。操作方法確認していきましょう。このゲーム最大の醍醐味はこれ多分、エアロールから繰り出される疾走感だ。見るからに気持ちのいい空中疾走回転。普通のブーストゲージとは別にロケットブーストゲージというものがあり、それぞれの管理をする必要があるんですが、マニュアル読まずにプレイするオンドレアス君は最初意味わからずやっておりましたが、理解してプレイを重ねるごとに空を自由に飛べるようになってまいりました。ロケットエンジンが切れたので塔までチャージの時間を稼ぐよ。ここのゲージがロケットブースター。これがないとかなり機動力が落ちますね。垂直に跳ね上がるロールは、ジャンプした後にブーストと特殊移動を押すことで発動でき、ブーストから特殊移動で前後左右へのエアロールが繰り出すことが可能。縦ロールと横ロールを組み合わせることで、最高にハイなバルチャーできるんじゃないでしょうか。ロールは見せくだけのシステムではなく、機動力、特に、旋回性能が大幅に向上するので、高機動戦闘には必須となってくる気がしますね。ゲームはミッションをクリアしていくことでパーツを購入できる資金が手に入り、購入したパーツであなたの好みにカスタマイズしていくことが可能。購入できるパーツはミッションをクリアしていくことでラインナップが増えていくよ。パーツスペックは通常表示はライト層でも入りやすい情報量の少ない表示ですが、ちゃんと変態用の細部データ表示もできてヘビーユーザーもにっこり。変更可能パーツはフレーム、ヘッド、チェスト、右アームに左アーム、足にハイブバインダー、ジェネレーターにエンジン、ロケットエンジンにオービタルエンジン、OS にオプション。さらに両腕装備にスペアの両腕装備さらに肩の装備と非常に多岐にわたりますな。はい、とりあえず装備もしっかり積んで軽量よりなアセンにしてみました。やっぱり高機動が好き。ノーマルの2、やっていきましょう。このバルチャーでは急にこのノーマルの2から難易度が爆上がり、ノーマルの2はちゃんとバルチャーできないと勝てない感じがしました。なので私はこの敵のことを初心者絶対殺すマンと呼んでいます。行きましょう。かなり距離があるのであれを使う。オービタルブースト。全開。このステージは1対1のタイマン限界バトル。こういう系のゲームではやっぱりタイマンバトルが一番好き。こちらも高機動ですがゼッコロマンもかなり高機動。エアロールを使用した急旋回使わないと、とてもじゃないですがカメラに捉えられないですね。高機動戦闘において足を止めるのは非常に危険。とハイエブーストには限りがある。そのためのオービタルブースト。オービタルブーストは爆発的な加速を得ることができますが、通常のブースト値とは別枠なので、時間稼ぎに最適ですね。腕の装備をスペアと入れ替えました。弾切れからのリロードはなかなか時間がかかるので、プロってくれば状況による使い分けがもちろん入ってくると思いますが、基本は弾切れまで打ち尽くす、素早くスペアと入れ替えがベターだと思いますね。というのも、入れ替えて格納してる間にもリロードしてくれるため、打ち尽くし入れ替えを繰り返せばエンドレス弾幕を張ることが可能なんですね。なかなか手強いですね。しょうがないあれを使います N 回目。奥の手っていうのは最後に使うものなんだぜ。攻撃モード解放。攻撃モードに入ることで肩装備が使用可能に。しかし代償として機動力が大幅低下。借金して強化人間になるしかないですねこれは。いや余裕でしたいい汗。先ほど砲撃モード使いましたが、実は当たってませんでしたね。高機動戦闘でこれ使うの結構きついかも。そんなこと言われても1対1使えばええんや。教えてくれバルチャー。なんかめっちゃでかいノール。いや落ち着け、これは後期、あのでかさなら攻撃も当てやすいわず。私もかつてはカトンボの安の異名を持つもの、久しぶりに血がたぎりますね。あ、ちょっと待ってください。ロケットブーストチャージするの忘れてました。いだだ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 だ。待て待て焦るな焦るな。オービタルブースト全開。アーマーが2万から700まで減りました。かろうじて重傷。かなり進みましたが全然遠い。こいつどんだバルチャー。なるほど、完全に理解しました。冷静に行きましょう。最初はデカブツからの車線を切る障害物があるので、
この障害物がなくなるギリギリまで進み、そこから一気に全ブーストを使い距離を詰める。こちらを向いてますね。とんでも火力の弾幕が飛んでくるよ。でも残念、しっかり車線が切れてるんですね。今回も軽量級のアセン、やるかやられるか、いかに被弾せずに切り込めるか。ロケットブーストチャージ完了。オービタルブースト点火。おお、さっきまでの俺と思うな。オービタルブーストとエアロールを組み合わせ、今会いに行きます。お前か俺か、俺かお前か、どっちが生き残るかの戦い。オービタルブーストは爆発的加速ですが直線的なため、被弾しやすいですね。雑魚敵は無視して本丸を落とす。持ってくれよ俺のブースト。かなり近づいてきました。射程圏内にさえ入れれば勝つる。ちょうどロケットブーストもチャージできるタイミング。捉えたぞデカブツ。たっぷり味わいな。落ちろよー。飛びすぎー。苦労して詰めた距離が一瞬で。だが本陣から退いたことで取り巻きはいなくなりましたね。これなら、逃げられるとそれだけ削られるので面倒ですね。二度目の射程圏内、今度こそ、分かっていたことですが硬い。このままではまた逃げられる。硬いですが近距離に詰めると全然反撃されませんね。やはりこの敵は詰めるまでが勝負の様子。もう逃げられないようにここでしっかり沈めたい。何か固定物に対する高火力武装があれば、あるじゃない？そう、バルチャーには砲撃モードがある。フルオープンアタック、肩キャノンがとうとう重り以外の役目を果たす。この段数でいけるか？ぶっ潰れろー。完全勝利である。はい、このバルチャーではイージーから始まり、最高難易度のミッションはバルチャーなんですが、タイマンステージの最高難易度はこのエクステンデッド。最後はこのステージでタイマンバトルに勝利し終わりたいと思います。アセンは新しく更新しましたがやっぱり軽量機。なんか強そう。これが Y の、ファイナルミッション。今回の武装はミサイルとショットガン。まずは有効射程の長いミサイルに持ち替え。なんで最初からミサイルを手に持たせていないかというと、ガレージ画面でその方がかっこいいから、今気づいたんですがこのアセン、初期アーマーが1万7000とめちゃ脆いですね。まあ当たらなければどうということはないって赤い人も言ってたんで大丈夫でしょう。ミサイル撃ち尽くしからのショットガンに切り替え、一気に距離を詰める。ロケットブーストを使い果たしたので一撃一撃とは言っていない離脱。敵を見失った際の方向転換は横移動のエアロールよりも、縦移動のロールがカメラに補足しやすい感じがしました。ちなみにこちらのショットガン、バルチャー初期はなかったもので、オンドレアスさん近接戦闘好きそうなんで、ショットガン追加しときましたと追加してくれた。半分が優しさでできたバファリンみたいなショットガン。このショットガンで成し遂げないわけにはいかない。敵バルチャーもブースト容量はしっかりあるようで、止まるタイミングはちゃんとあるので、確実に狙っていけばショットガンもバチコリ当たりますね。武装はいろいろあるんですが、このミサイルとショットガンという組み合わせ、サーカスを楽しみながら近接戦闘ができて、一番好きな組み合わせかもしれない。肩キャノンは新たに手に入れたタイプが弾速初期キャノンの3倍ぐらいあり、かなり当てやすく強そうでしたが、私は高機動戦闘がしたかったので相手を置いてきました。早いバルチャーが勝つわ。そろそろ決着をつけようか。優しさの操船よし。これが、近接戦闘好きなオンドレアスだはい、行きますよ。せーの、成し遂げたぜ。バルチャーでした。いかがだったでしょうか。ちなみに今回動画のバルチャーは、テスターとしてプレイさせていただいた最新バージョン。現在配布されているバルチャーとは中身が異なりますが、最新バージョンへのアップでも検討しているらしいので、詳しい情報はロボ好き誌の V ってる RL 書いておくのでそこから見てね。それでは今回はこの辺で